韓国ソウル地下鉄チャンハンピョン駅。着いた観光客はほぼ来ない生活感が色濃く残るエリアでもある。さて今日行くところはこっち。こういうところにうまい店あったりするよね。ローカルな人気店に向かうためチャンハンピョンの街をこちわさびが今日も行く。駅前にはセゲコリチュンチュッチェ。えらいちゃんとしたダンスしとるけど、これストリートでやるってこと？わからん。駅の2番出口を出て頭がよぎる。せや、今日のお店ここから結構遠いのよね。バスに乗っていくのが無難やねんけどな。この2211番というバスに乗れば行くことができる。バスに乗っていけばだいたい10分ぐらい、歩くと20分ぐらい。でも少し運動した方がより一層美味しく食べられるってことで、バス停さよなら。まあバスに乗ったら撮影できひんっていうのが一番の理由やけどね。自分の足で向かう、うまい料理に向かう、ひたすら歩く。サンタはぶら下がる。どんな表情なんそれ。ずっと直進してくると、男性どこ行った。パートナーまさかの打ち切り。このダンスフェスティバルが何なのかもわからんままロータリーを突っ切り、もうここまで来たら店は見えてくる。あった。何の変哲もないこの路地に今日行くお店があるんよね。着いた。早くもこしたは俺までボッサンモグロワンね。今日のお店は南度ボッサンパジョン。店構えもいい雰囲気。生活の達人でボッサンキムチの達人にも選ばれてる。これなんやと思ったらウェイティングの多い店やからか、前のコンビニに暖炉用意してますって書かれてる。夕食よりもだいぶ早い時間に来て大正解。入店です。こちらのメニュー、店名の通りポッサムとパジョンがメインと言っても、やはり一番はポッサムやけどね。大中小と3匹の子豚全員集合。あとは本オフェやったりエムルパジョンやグルジョンなんかもあるということで、早速注文。저기 사장님 주문해도 돼요? 네. 보쌈 소짜 하나랑요 진로 한 병 주세요. 普通の店やとブレイクタイムの時間帯だから、並びたくない人は早めに来ること。テーブルには刺身屋さんみたいにビニールが敷かれている。今日のメニューはグルポッサム。でも店にはグルポッサムというメニューがない。そう、キムチに生牡蠣が入る。なのでもし食べれない人は注文時に抜いてくれと言わなければならない。あとは牡蠣だけ別にしてほしいというのは NG やそうや。この時期はやっぱり牡蠣やるってことで、準備していただいた基本のおかずはもやしスープ、練り物の炒め物、もやしナムル、チョジャンのかかった昆布、唐辛子とニンニク、そしてサンチュにサムジャンとセウジョ。ほんできた。持ち上げたら自動的にぐる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 。実はマッコリとめっちゃ迷ってんけど、さっぱりとポッサムを食べたかったんよ。ローリング。心安らぐ音。なんやと思ったらイカゲームとのコラボに。そこが赤かったからポッサムキムチの達人がこれもつけてるんかと思ったわ。一杯目。早くもおっとぎ完成。木枯らし背を押されつつ腹支度。ありがとうございます。じゃあ一杯後にはこの昆布、そいつを下から包み込むようにパクリ。海の中だけではなく口の中でも踊る昆布。こういうチョジャンだけのシンプルな昆布好きやで俺。スイッチがオンになった俺はもやしスープ。あれあれ、意図しない全部取り。どうしようかと迷ってたらもやしに振られる。俺の愛は一方通行。メインを待つ間のこういうおかずはたまらんよね。スープもごくりと飲み、
もやしスープの温かさに少し落ち着くツンデレもやしちゃん。でももうそろそろ出てくると思うねんな。その前にしっかり全ての邪念をこのガマちゃんで取っ払わないといけない。邪念が消えた真っ白な俺は感じる。ポッサムの足音来た。うわー、もう俺ここでキムジャンしていきますわ。まだまだ温かいこのポッサム、色してる。そいつを確保してお皿の上に。いつもやったらまずはそのまま食べようかってなるんやけど、やっぱりここはこいつが必要不可欠。てんこ盛りのキムチの中にキラリと光る海の宝石。一つ取り出した後もう一つ中から取り出す。一口目やし贅沢にいきたいやん。なので生牡蠣2つゲット。ポッサムの上に降臨。もちろんこのキムチも上に乗っける。まだまだ足りん。この子も必要。緑の草原パッキムチ。風に揺られてその上から乗っける。もう俺今日陶芸家みたいな顔してるわ。お皿ごと持ち上げたら全てを一気に引き上げる。この時期一番うまい牡蠣ポッサム。豪快に一口。甘さんの磯笛が響く。その瞬間空が思ったより近かった。 I can fly。 こっちょりのようなシコシコとした食感のキムチを感じた後、ポッサムの脂身と生牡蠣の塩の香りが鼻の奥の方で二重三重と渦巻いてる。この全ての総合バランスめちゃくちゃええねんけど、一瞬放心状態。こっちの世界に戻ってきた俺は情緒が迷子。やっぱり動いてしまうわな。でもここはちょっとお預けのペロリ。一番いい状態でガマちゃんを出迎えたいポッサム。そして俺は冬の海に入っていく。素潜りで見つけたこの生牡蠣をまたまた2粒。そして逆サイドには大量のキムチ。またそこから大きめのキムチを収穫。一瞬見えなくなるが焦らない。そしてパッキムチも忘れずに。これで完璧。目の前にこれがあると完全に忘れてしまっていた。一番いい状態でガマちゃんを出迎えたいとかほざいてたやろ。準備したことも忘れてしまうこの破壊力。大反省の一杯。全てを持ち上げようとしても気持ちだけが急いでるからか出発が遅れてしまう。パッキムチが途中下車してしまったけど関係あるか。すぐさま口に入れてしまえばもうそれは全てが包まれたうまさの結晶となる。両手を広げて空を飛ぶ。お肉は溶けるほど柔らかく、新鮮な生牡蠣も舌の上で踊る。お、これってそういうことやったん？社長さんにも多言。次はこれ王道中の王道よね。サンチュを1枚。次は赤身の部分。掘ると出てくる出てくる。かくれんぼでは負けないぞ。俺はあなたに病みつきなんだから。そんな生牡蠣を再びつかみ、お肉の上に一緒に切り干し大根も入ってくる。再び掘ると出てくる出てくる。このキムチ全て大きめに切られてるのがすっごくいい。サンチュからはみ出す大きさ、シャキシャキの追加。サンチュで包むという言葉が成立してんのか。とにかくこれで落ちる心配はないよね。横から飛び出す危険はあるけど、慎重に巻き巻きしていくけど、目の前に大きな壁が立ちはだかってる感覚。大きくねじり込んでいく。口で息ができなくなっても鼻で呼吸すればいい。生死を分けるサンチュ巻き巻きは大きすぎて噛めなくなっている。でもポッサムはこうやって口いっぱいに頬張って食べるのがうまいのよ。具材の味も口の中で混ざり、食感が楽しい。口の周りが汚れるのもいわばポッサムの醍醐味。シャキーン、うまい。ここで休憩。もやしもパクリ。ちょっとここで生牡蠣だけ食べよう。やっぱりこの時期の生牡蠣は格別よね。もちっとプニッとしていてクリーミー。トンヨンから仕入れてる牡蠣ということでキムチにもよく合う。海のミルクでご満悦。こっちのミルクも
生牡蠣の塩の風味が残るその上からガマちゃんが素潜り開始。あかん、めっちゃええ。笑うてるわ、もう入ってへんのに。大きめキムチはこうやって食べないとよね。キムチを寝かせる。今日はキムチも主役。さっきからポッサムや生牡蠣に興奮しすぎてた。でも冷静さは失ってまうよね。うわ、3枚ついてきてる。いや、これは望んでた結果とちゃうねんけど。キムチに肉は置くけどもう1枚は掴む。バカ。俺はまた素潜りで生牡蠣を掴んでいく。眩しすぎる。そしてここからはニンニク。サムジャンにつけてちょこんと置いたのと同時に皿は浮かぶ。ここからが大事。ここまでは猿でもできる。大きめキムチで巻き巻き。俺は卵焼きを作るような感覚。よし、うまいこと負けた。安心安全な確かな技術力を持つ俺は自然に口へと運んでいく。本日2回目の息ができなくなる。攻撃を見事にかわしながらもこの店のポッサムの総合芸術を味わっていく。これだけは守ってほしい。巻いたら絶対に一気に一口で。顎は鍛えておいてね。一口が難しい人はあんだけ大きく作る必要はない。小さく作ってでも一口というのが大切。よく外国人が、俺も外国人噛みちぎって二口で食べたりするのよく見るけど、あれはせんといてほしいな。全てが混ざって一つの料理。世界ストリートダンスフェスティバル出場者の登場です。ずっと食べてたらなんか辛くなってきた。あれ、こんなに辛かったっけ。確実にキムチのヤンニョムやと思うけど、少し消化させるためもやしスープを食べていく。さっき偶然落ちといてくれてよかったわ。まだまだ辛さが収まらない。練り物の炒め物を使う。お、ソーセージも入ってた。こういう細かいところが店の気配りを感じられるよね。練り物の炒め物で口の中の辛さを抑えていく。わあ、これ明日のトイレやばいで。ちょっと確認。パッキムチだけを持ってきた。俺これ好きやねんけどな。もちろんシャキシャキとした食感が脳内で響くけど、これだけ食べてみてもこれが辛いんかはわからん。じゃあ次はキムチを。ちょっとやっぱ辛いわ。やっぱりこのヤンニョムの辛さやったらしい。正直キムチはめちゃめちゃいい食感でうまいねんけど、結構な辛さ。あれ、マジでこんなに辛かったっけ。抜歯して味覚いかれてもうたか。すぐさまもやし、落ち着きの時間。でもここで思ったのが、このキムチご飯と一緒に食べたらめっちゃ合う気がする。まだ辛いけど。ご飯は今度、今はガマちゃん。サンチュを1枚準備していたガマちゃんもペロリ。次はそこまで辛くない食べ方。ポッサン、豚肉と牡蠣は冬のロミオとジュリエット。一目惚れ。ここで終わらぬ物語。もう一つ、両家の和解。そしてニンニクもサムジャン、愛のキューピッド。明日のお手洗いのことを考えて優しめに作った巻き巻きといっても内容量は多いから慎重に。そのままノンストップに手は用意しておいたこいつ。ガマちゃんもシェイクスピアの舞台でライトを浴びていく。本日2回目おっとぎ出ました。パクリ。厚すぎでもなく薄すぎない、ちょうどいい分厚さのお肉と牡蠣の旨味がダイレクトに響く。そろそろお肉も少なくなってきた。セウジョにつけても食べてみよう。もちろんこれだけでも美味しく食べれるが、やっぱりキムチがないと寂しい気もする。お、さっき見えてた骨かな。サムギョプサル食べる時もそうやけど、この骨を食べるというのは韓国に来て初めてした気がする。キムチ、パッキムチ、牡蠣、それらで使われてるヤンニョムは辛いことは辛いけど、嫌な辛さではなく後を追う辛さだから、やっぱりこれに戻ってくる。もう一枚、ラストに向かう覚悟を決める。皿に盛り付けられていたボッサムはもうこれだけ。ドスン。そして生牡蠣もふんわり設置。キムチもつかみ、その上にパッキムチも合体。最後はオールスター。ニンニクもサムジャンから無事着地。しっかりとここでサムを作ってあげる。ギュギュギュ。口に入れると酸いも甘いも味わう新しい年が始まった気がした。って綺麗に締めてるところでも息ができひんようになってるやんか。ティッシュでしっかりと口を拭き、手はガマちゃんに伸びていく。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。
だから最後の一滴まで。そろそろ早めの夕食を食べる人たちが店に入ってきた。このお店は少し早めに来るのがポイント。本日最後の一杯。いやー、うまかった。やっぱりキムチが辛かった。と言ってもまた味わいたくなってこの店に来るに違いないで。だって俺がここに残していったのはタボンが書かれたベストチョイス。チャンハンピョン駅から結構距離はあるけど、ここまで来る価値のある牡蠣ボッサンのお店。特に冬場は超おすすめ。辛めのキムチにクリーミーな牡蠣と一緒にボッサン。いやー、大満足や。お？なんか穴開いてる。お金も重要やけど健康が一番です。そうよ、皆さん今年も健康に気をつけて平凡マニパズせよ。カメラ目線。ずーっと違う企画考えててしたいなと思ってるけど、今年は動きます。ってことで今日の食物語はこれでおしまい。チャイモコスミだー。